皆さんこんにちは。ヒロジャパニーズポッドキャストへようこそ。このチャンネルでは10分ぐらいの短いエピソードをお届けします。ぜひ通勤途中や休憩時間などに聞いてみてください。今回のテーマは不気味です。不気味という言葉聞いたことありますか？この言葉の意味は、理由はよくわからないけどなんとなく怖い感じ、なんとなく気持ちが悪い感じのことです。使い方のポイントとしては、見た目や雰囲気がなんか怖いとき、いつもと違って変な様子のとき、何か起こりそうで落ち着かないとき、こんなときに使います。例文を紹介します。一つ目、あの森は不気味です。森、木がたくさんある場所ですね。森を見たら暗くて人気がなくて、なんか怖い感じがしませんか？そういう時に不気味だと言います。二つ目、家の外から不気味な音がします。これはよくわからないんだけど、家の外から変な音がするということです。もしかしたら誰かがトントントン、歩いている音、叩いている音かもしれません。どんな音かは分かりませんが、なんか変な音がするとき、そういうときに不気味な音がしますと言います。次3つ目、人形がこっちを見ているようで不気味です。人形というのは人の形をしたものですよね。人ではありません。ただ人形なので顔があります。目がついていますよね。その目がまるで自分を見ているようで、なんか気持ちが悪い、そういう時にも不気味だという言葉を使います。使い方わかりましたか？不気味というのははっきりした怖さではなくて、じわっとくる怖さです。感覚的なものです。日常でも使えますが、映画や小説、怪談の時にも使われます。今、怪談という言葉を使いましたが、怪談はお化けや幽霊が出てくる怖い話のことです。昔は夏の暑い夜に怪談を聞いてゾッとして涼しくなる、そんな楽しみがありました。例えば夜中に一人で歩いていると、後ろからトトトトトと足音が聞こえました。でも振り返ってもあれ、誰もいない。こういうような話を怪談と言います。今回のテーマは不気味です。皆さんは日本に行った時、不気味だなという経験ってしたことありますか？私は現在韓国に住んでいるんですが、韓国では正直不気味だなという経験はしたことがありません。日本に行くと不気味だな
って思うことがいくつかあったんです。そのエピソードの一つを紹介します。私は今年どうしても富士山が見たくて静岡県に行ってきました。静岡県と山梨県の境目に富士山があるのですが、私は今回静岡県を選びました。静岡から見る富士山はとても大きくて綺麗で感動しました。静岡に行った時にホテルに泊まったんです。そこは海が一望できる、海が見えるホテルでした。ホテルに着いてからコンビニがどこにあるかインターネットで検索したところ、歩いてだいたい15分ぐらいのところにコンビニがありました。そこは都会ではなかったので15分ぐらい仕方ないかと思ってそのコンビニに行くことにしました。ホテルからコンビニに行く途中は住宅地で家がたくさんありました。ちょうど夕方コンビニに向かったのですが、車は何台か通るんですが人気がなかったんです。普通だったら家から子供の声とか、テレビの音とか何か人の気配を感じると思うんですが、家がこんなにたくさんあるのにまるで人がいないような感じで不気味だったんです。ちょうど夕方だったので夜になるタイミングですね。それもあって怖かったんです。不気味だったんです。コンビニに行ってすぐ食べ物を買ってホテルに戻ったんですが、その後はもう外に出ることはしませんでした。皆さんも私のように不気味な体験したことありますか？思い出してみてください。今日出てきた単語を復習します。不気味、不気味、怖い、怖い、人気、人気、階段、階段。今日の動画はここまでです。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。